だ雑音増えるぞ手で感じることが YouTube フィジカルクラブ三尖弁逆流症&肺動脈弁逆流症編。はい、皆さんこんにちは、平島です。今日もですね、楽しくフィジカルを学んでいきましょう。今日はですね、三尖弁逆流症と肺動脈逆流症、いわゆる TR、PR っていう話をちょっとやっていこうと思います。大動脈弁逆流症はですね、あんだけ盛り上がっていきましたのでね、今回は少しですね、AR よりも派手ではないものの、普段よく見る病態ですよね、TR。特に TR はよく見ます。PR もよく見ますけれども、TR なんかもう日常のように見ていきますので、そのフィジカルをですね、どう臨床で役立てていくのかというところを中心にお伝えできればなと思います。で、今回はね、前回と違ってですね、まず最初にですね、あえて歴史を入れさせていただきました。その理由はですね、後々ちょっとお話しさせていこうと思います。じゃあ、早速行きましょう。じゃあ、まずですね、最初ですね、今日はね、歴史から入っていこうと思うんですが、時は1900年ぐらいですね。はい。ちょっとこちらで行きましょうか。1900年、ちょうど1900年ぐらいというですね、今、診察応変をやってますので、聴診器がないと話になりませんので、ちょうど100年ぐらい前にですね、聴診器ができたと。正確に言うと80年ぐらい前に聴診器ができて、その後、直前に、血圧計ができましたと。で、そろそろ心電図が開発されますよというフランスに今日は足を運んでいただこうと思います。はい。当時1900年ぐらいのフランスはですね、そうですね、ポタンですね。覚えてますか？ポタン。ポタン先生から今日の話は、ポタン、バケス、カルバロっていう話をちょっとやっていきます。ポタン先生。はい。覚えてらっしゃいますかね？この動画になるんですけれども、トルソーの弟子ですごく教育者で、3音、4音っていう言葉を作った。あるいはオープニングスナップっていう言葉ができた。という、聴診器で盛り上げていこうっていうバリバリ時代。で、そのフランスで、その次の世代として活躍してたのがですね、このルイ・アンリ・バケスですね。難しいですね。フランス語はですね。ルイス・ヘンリ・バケズって書いて、ルイ・アンリ・バケスと読みますね。ルイ・アンリ・バケス先生がですね、大体1860年から1935年、まさにちょうど1900年の時に40歳ぐらいだった先生ですね。はい。彼はピエール・ポタンに強い影響を受けます。ピエール・ポタン先生はやっぱりすごい教育熱心な先生でしたので、当時のフランスの中では、心臓、循環器械の中では特にですね、ピエール・ポタン先生の先に出る人なんかいないっていう時代だったと思うんですね。当時、このバケスと言いましょう。バケス先生はですね、血液疾患と循環器病について、強く研究をしたりとかですね、興味を持って、進めていくわけですね。でですね、世界で初めて新生竹症を発見したという先生なんですね。で、これ実はですね、この竹症を発見したんですが、その約10年後かな、ウィリアム・オスラー先生もですね、同じ病態を新生竹症という発表があるのを知らずに、私、新生竹症を見つけましたみたいな状況になったらしいんです。当時は情報もうまく、世界的にどうとか言えない状況だったので、オスラー先生が発表した後、実はもうすでにバケス先生が発表してたよって言ってですね、オスラー先生は、そりゃあ先に発表したバケス先生の言葉を使ってほしいと言いながらも、当時この新生竹症という言葉ありませんでしたので、オスラー・バケス症候群と言われたと言われています。だからですね、これから僕たちがですね、新生竹症みたいな患者さんを見たらですね、これはバケス先生とオスラー先生の共同作品なんだと思えると、ちょっといいのかなと思います。で、今回循環器の話ですので、循環器の中では、このバケス先生は、アダム・ストークス症候群の原因として筆足が問題にあるんじゃないかっていうのを言われてたんですね。ちょうどこれが1900年ぐらいとすると、心電図が出てきて、彼は血圧計がこの後できますので、血圧をモニターしましょうっていう開発をした。血圧モニター計を実は初めて開発したのが
このバケス先生と言われています。だから、まあ、意識がなくなる患者さん、失神を起こす患者さんの中で、まあ、血圧をモニターしていくと上がって下がりがあったとかですね、まあ、そういうところを述べていらっしゃったのかなと思います。はい。でいきなりこれ、バケス先生が出てきましたけどね、あれ今日、ね、TR の話だったんちゃうのみたいな感じかなと思うんですね。はい。TR といえば、ね、もうこれぜひ覚えてほしいんですけども、はい。今回のメインは実はこちらですね。はい。この後々ちょっと出てきますけどね。リバロ・カルバロ兆候。ね。リバロ・カルバロ兆候っていう名前を皆さんご存知の方はたくさんいらっしゃるのかなと思うんですね。実は、このカルバロ先生がですね、実は三尖弁逆流の申し子と言っていいんじゃないかなと僕は今回勉強して強く感じました。三尖弁逆流のために生き、三尖弁逆流のために死んでいった。まあ、こんな先生だろうと僕は思うんですね。はい。彼はフランスではなくてスペインの方ですね。だから、いいですか、これもジョセって書いて、これジョセ・マヌエルと書いて、これホセというところがちょっとね、まさにスペインって感じでしょうかね。はい。ね、ちょうどね、このバケス先生のちょっと後に生まれてますかね。はい。で、彼はですね、そうです。フランスのバケスの下で修行をしたっていうことですね。はい。フランスでですね、ちょうど大学を卒業した直後ぐらいですかね。フランスの、これね、奨学金をもらって、フランスで修行したと言われています。で、フランスでバケスのもと、循環器の修行をすると。そこで、ちょうどこれ28から33なので、まあ5年間ぐらいですかね。はい。5年間ぐらい、バケス先生のもとで、特に循環器病を集中して、学ぶと。そう言っていくうちに、まあ、その後、34年に帰ってきますが、スペインに帰ってきて、国立で、まあ、いわゆる国準ですね。国準の、まあ、管理者というかね、代表を任されるわけですね。で、この国準でですね、彼は三尖弁逆流について強く研究をしてですね、46年、ね、彼はちょうど41歳の時に、三尖弁逆流というか、まあ、三尖弁疾患、ね、これは、三尖弁逆流にしろ、三尖弁狭窄にしろ、まあ、あるいは肺動脈弁にしろ、まあ、この三尖弁疾患と呼吸による雑音の変化、これをいわゆるカルバロ兆候と言われてますけれども、まあ、こういう言葉が生まれてくる先生ということになっていきます。で、いいですか、皆さん。この人が、今からフィジカルいろんな所見を説明していきますけど、まあ、このリベロ・カルバロ兆候が有名ですけれども、実はそれ以外の病態も全部この人が、ね、実は世にこう知らしめてると言われてるんですね、論文の中でですね。なのでですね、今回ね、カルバロ先生という気持ちですね、その流れはポタン、あるいはトルソー、ポタン、バケス、カルバローみたいな気持ちでですね、続けていって、その後、広島全国みたいな気持ちでですね、伝えていけたらなと思います。